はい、こんばんは。今日も占い TM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、仕事終わりにちょっと運動してきました。走ってきました。見えますかね。でちなみに僕普通にね、本業は本業で普段してますからね。YouTube はあくまでも趣味でね、皆さんと楽しんでね、共有できたらと思ってやってるんで、皆さんも占いの知識が増えますし、僕もこうやってね、口に出して発信することで見ている方に広がりますし、何よりもね、僕自身占いの知識の復習やね、おさらいとしてインプットできたらいいと思ってますんで、お互いね、ウィンウィンの関係で入れたらいいなってスタンスでやってるので、完全ね、楽しんでやってます。僕もね、仕事やらでね、過去、結構メンタルとかね、やられたことがあって、仕事を辞めた期間は、今よりも、もちろん、時間は、ありましたけど、今実際ね、一日の大半をね、仕事に割きながらでも、その時以上にね、好きなこととかやれてますし、時間がないのにね、その時以上にいろいろね、チャレンジしてできたりして、時間を有効に使えています。まあね、この時間管理というところでもね、今後ブログとかで何かしら発信していきたいと思うんですけども、まあ自分なりに考えたので、まあサンプル数は1ですけども、かなり有効ではないかなと思ってて、だってみんな、時間有効だったり余裕が出たりして嫌なことないでしょ。日本は、まあ基本的に会社勤めでしたり、サラリーマンでしたりね、大半なので、時間を有効に使うならね、対策かつ真剣にね、時間と向き合わないと、人生あっという間に過ぎてしまいますからね。時間だけは、世界平等ですし、話すとこれも長くなるんで切りますけども、これもね、あなたの未来をいいものとするという面でもね、時間管理で有効な時間を使うということは大事だと思いますので、急遽伝えました。今後のね、ブログか PDF とかでもこういったね、ことを作成して配るかなんかしたいと思ってますので、まあそういった面でもね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあね、今回は合材の星の結婚運における、特徴をお話していきます。まあね、非合成の紹介は今回でとりあえずこれで終わりなんですけども、まあ、もどかしい言い方するのは嫌いなんで、ちょっと言いますけども、はっきり言ってね、非合成の方は結婚に、向かないとは言われてます。ただしね、しっかりと自分の特徴を知っていれば、いい方向に向かうこともできますし、実際にね、末永く続いている方もいらっしゃいます。しっかりね、今まで、配信した動画でね、自分の特徴を把握した上で、これからの道をね、歩んでいって、より良いね、方向に進んでいった方が自分自身も楽になりますので、参考にしてみてください。それではね、やっていきましょう。合材の方の結婚の特徴。華やかでゆとりある結婚生活が理想。いい時と悪い時が極端。我が道を行く。ですね。これ女性と男性ちょっと分かれるんですけども、女性の場合は結婚によって重大な責任を負わされたり、負担を強いられたりすることに強い警戒心を持っています。でまた心の中にね、その気になればいつでも結婚できるというね、気持ちがあるせいか、自由な独身生活をね、満喫したい、という、思いもあるんですよね。そのためね、結婚するなら華やかでね、ゆとりある生活ができなくてはダメでしたり、ある程度の生活レベルを維持できる経済力がない限り、結婚生活はできないと思っていたりするんですよね。また、夫が妻を束縛して、家庭の全てを任せれるのはありえないと思っていたり、妻は家を守っていればいい、仕事や遊びなどすべきではないと考えるような男性とは暮らしていけないような傾向があるんですよね。要するに、結婚で自由のない生活を強いられるのであれば、独身でいた方がマシって思っている方が多いんですよね。男性の合座の方の場合は、向上心が強いんで、自分にメリットがある人じゃないと関わろうとしないんですよね。結婚後も、仕事のペースを落としませんし、何よりね、社会での成功を強く望んでるんですよね。休日はね、友人や仕事仲間をね、自宅に招いてホームパーティーを楽しんだり、そういった人間関係を通じてね、社会、的地位をね、上げていくんですよね。前回の恋愛でもお伝えした通り、非日常だけではなく日常的なね、ところでもね、楽しむことを取り入れた方が理想なんですよね。そのため、妻は話し上手で、料理もね、手際よくこなせるような方じゃないと、ダメなんですよね。外見もそうだと思うんですけども、女性の中身でしたり、ステータスをね、より一層、見る傾向があるのが合材の男性の特徴なんですよね。実際にね、経営者向きのあなたですから、自分でね、会社を起こしたり、フリーでね、活躍することを実際に応援してくれる女性でなければ、満足できないんでしょうね。
でないと結婚生活は長続きしないと言えます。要するに、ある意味結婚はあなたの社会的成功を後押しするものであり、安らぎの場でもあると考えてるんですよね。次のいい時と悪い時が極端の話ですけども、合財をお持ちの人は、結婚運はね、いい時と悪い時がはっきりしているので、情熱的で一目惚れしやすいんですよね。好きな人にはね、徹底的に愛してきます。ただね、自分の欲望を相手に押し付けやすい傾向があって、嫌いになった時にはね、恨み事をいつまでも思い続ける傾向があるんですよ。要するに、いい時には理想的な関係を作り出しますけども、長続きしないことが決定なんですよね。次、我が道を行くタイプ。我が道を行くタイプなので、夫婦だったとしても指図されることを嫌がるんですよ。で、引っ張ってもらうよりは自分の言うことをね、聞いてくれるようなパートナーが向いてるんですよね。でも、自分がいないと何も動けない相手だと、イライラしてしまうこともあるんで、きちんとお互いがね、精神的にね、独立した上で、合財にそのことを温かく見守っていくのがベストなんですよね。そういったことから、若いうちはそういったパートナーがなかなか見つけられず、今期がね、遅れる可能性が高いんですよね。でもね、焦らずに、しっかり見る目をね、養う方が、いい方向に行くんで、まずはね、そこに集中しましょう。それでね、合財の女性の場合ね、結果として、人付き合いは多いのになかなかね、恋人ができないか、結婚まで至らないでしたり、夫からね、ひどい仕打ちを受ける。確かにかわいそうな妻を演じることになったりね、恋人または夫をあらゆる、手段で叩いたり、合財の女性は金持ち、地位のある人、モテる人、実力のある人が好きなんですよね。最後にはね、復讐を誓ったり、怖い女になる場合もあるんですよね。その時は一切の手を抜かず、容赦なく徹底的に相手を叩くことにもなる可能性もあるんですよね。絶対に相手を許さない、傾向があります。このようにね、特に女性では、この星を持つ人は我が強くなって、自分というものが一番であるんで、結婚や子育てなどね、自分のペースで動けないとストレスを感じてしまう方が多い傾向があります。なんで、女性的な柔らかさが消えて、常識的なね、判断を踏み外す場合が多いんですよね。正気で、欲も人一倍強いです。なんで、自分の持っている通変性の性質を知って、それらをね、どうやって満たしていくか、活かしていくのかが大切なんですよね。まあ、これらはね、いい方向に行く対策としては、そういった性質を自分でも受け入れて、周りの人たちにもね、知ってもらうってことですね。その上で一人の時間を持つ環境を整えてもらったり、自分の趣味に没頭する時間などが取れることが理想なんですよね。子育てとかね、特にね、乳幼児の場合、まさに24時間ずっと一緒でね、ストレスが溜まりやすいと思うんですよね。なんで、ほんの1時間ね、1時間が難しい場合は30分でもいいので、一人でね、外出できるようね、パートナーと話し合うのも、大切なんですよね。まあ、自分の星を知れば、どうやったら自分にとって、心地よい恋愛、結婚、子育て、していけばいいのかがわかります。今後もね、まだまだね、あと、残りの8種類の星がね、あるので、これらをね、よく聞いて、知識として取り入れてください。はい、以上が、合財の人の、結婚の特徴でした。それでね、実は、被験合財の他に、廃財という方もいるんですね。どんな人が、出るのかというと、日韓が、陽間の人にだけ出ます。陽間は、木の絵、火の絵、土の絵、火の絵、水の絵です。そして、合財はあまり出ません。日韓がわからない方は過去動画でね、説明しているので、そちらの方よかったら、見てみてください。そうですね、合財と言われたけど、どうもちょっとね、違う気がするなぁとね、感じる方はね、廃財かもしれませんので、参考にしてみてください。これは使う人と使わない人がね、占い師でいるみたいですけども、僕はね、分けてみたりもするので、次の星に行く前に、次回はね、廃財の話をちょっとさせていただきます。ではね、合財さんがいい方向に行くポイントは、一人で外出できるように、パートナーと話し合う時間を保つことですね。自由な時間が大事ということです。じゃあね、今日はここまで。今日は見ていただきありがとうございました。また次もお会いしましょう。バイバイ。